2000年頃のスティックタイプ。アドテックの MPIO とか、アイリバーの IFP シリーズを思い出します。皆さんこんにちは。ガジェットのなおです。今回は DAP です。なんでしょう。私は少数派なのかもしれませんが、スマホを持っていても、スマホとは別に DAP を持ち歩きたい派なんですよね。それもなるべく小さく、長く、高音質が良いですね。その探求はカセットプレイヤーや MD などハードウェアの違いはありますが、学生の頃から変わっていません。今回はそんなわがままな要望と所有欲を満たしてくれるスノースカイエコーナノを購入しました。スノースカイはフィオーのサブブランド。2000年頃に流行った MP3 プレイヤーのような懐かしのスティックタイプで、ガジェット好きにはたまらないデザインです。早速開封しちゃいましょう。今回はアリエクスプレスで購入です。見慣れた梱包ですね。厳重にエアーキャップで包まれています。おーっと、早速出ました。アリエク名物のへこみです。あれだけのエアーキャップぐるぐる巻きでへこむんですから、どんだけですね。まあまあ、いつものことですし、この程度は本体にダメージはないでしょう。多分、シールをカットして引き抜くタイプですね。本体がお目見え。あ、想像してたより一回り小さい印象です。一旦置いておきます。アクセサリー類を見てみましょう。この箱にまとまっているようですね。出てきたのは、食べられませんのシリカゲル。スタートガイドは多言語対応で日本語もあります。USB ケーブルはタイプ A to C。そしてこれは保証書のようです。アクセサリー類は以上ですね。では本体見ていきましょう。かなりしっかりと収納されていますね。おお、アルミの重厚感、高級感。私の中指くらいの大きさですね。上部にはボタンがあります。電源でしょうか。そしてジョグダイヤル、クリック感のあるものです。正面に液晶画面。テーブには 3.5mm シングルエンド。側面に SD カードスロットとタイプ C 端子。背面には何もないですが、ハイレゾマーク。こちらの側面には物理ボタンがあります。非常にシンプルな作りですね。重量は SD カードなしの状態で 34g。重さはほぼ感じません。サイズ感としてはシャチハタのハンコよりちょっとスリムでちょっと長めでしょうか。ちなみにこちらは2025年に発売された同社のエコーミニナノと比べるとやはり大きいですね。
しかしこちらは画面も大きいですし 4.4mm バランス出力も備えるなどエントリー向けの多機能高コスパ機なのでコンセプトが違います。では大事なスペックをお願いします。はい来た、スペックだな。スノースカイエコーナノ。日本での発売は2026年8月7日と出たばかりの新商品だ。昔懐かしのスティック型 MP3 プレイヤーを思わせる洗練されたミニマルデザインが特徴だけどスペックもしっかりしているんだ。まずは音関連から。ダックチップはシーラスロジック社の CS43131。高音質で低歪み、説明不要の定番チップだな。対応サンプリングレートは最大で24ビット、192kHz まで対応。DSD256 にも対応し、一般的なハイレゾ音源なら十分カバーできる範囲だろう。USB オーディオクラスに対応しているから USB ダックとしても機能するけど PCM で16ビット、48kHz とフルスペックではない点に注意だ。出力端子は 3.5mm のみ。残念だけど 4.4mm や Bluetooth には非対応だ。そしてストレージだけどマイクロ SD カードで 256GB まで。見ての通り画面も小さいからあれこれ選曲しながら聴く用途には不向きかもしれない。お気に入りのジャンルやアーティストをシャッフルして流しっぱなしに聴くのがいいんじゃないかな。内蔵ストレージは非搭載だからマイクロ SD カードは必須だぞ。イコライザやゲイン設定もできるけどアプリには非対応だ。そしてバッテリー持続時間も約7時間とあるけどモードや設定が書かれていないから最も省電力で使用した場合だと思うぞ。あとなおが買ったのはアリエクスプレスで購入した初期版なので付属していなかったけどクリップ付き透明ケースがついてくるらしい。胸ポケットなんかにつけられる純正アクセサリーだ。あとは音質かな。そればかりは好みだから実際聞いてみて判断してくれ。じゃまたな。ダックチップは CS43131 なのでカチッとしたデジタルなサウンドである一方素直な音が出るので有線イヤホンを複数持っている方はその違いを楽しめると思います。ちょっと残念なのは防水防塵対応をしていないのと Bluetooth に対応していない手くらいでしょうか。何よりこのサイズですから邪魔にならず EDC ガジェットにうってつけです。片手でも問題なく操作できますし一度ボタンの配置を覚えてしまえば本体を見ずに直感的に操作することが可能です。私はちょっとしたお出かけの時にネックストラップをつけてレトロスタイルで楽しみたいと思います。AirPods と iPhone で音楽を聴いている人からするとなんだあいつはってなりますかね。それではまた次のガジェットで